こんにちは。大工の翔也です。今回はロフトに上がるはしご、ロフトはしごを作っていきたいと思います。まず現場でこのはしごの勾配を取っていきます。割り付けはまた後でするので、勾配と長さだけを取っていきます。これは階段ではありません。はしごです。正直角度というのは決まってないと思います。これくらいかな。部屋に邪魔にならないように、またぬるくても登りにくいって聞いてます。自分は長いこと大工してますけど、ロフトのはしごを作るのは初めてです。それでは木取りをしていきます。親板になる長い木から取っていきます。今回のはしごは2組作ります。材料はもちろんヒノキ材です。親板4本ですけども、長い材料は長いまんま1本余分に作ります。途中で何があるか分かりませんので、予備ではないんですけど、長いままで削ります。寸法は45の95ぐらいに仕上げたいと思います。段板も取っていきます。段板はやはり短く切った方が削りやすいですし、節も取れるので、短く切っていきます。ではプレーナーで削っていきます。今回の材料は比較的短いので、前回削ったウッドデッキの床板に比べてと削りやすいです。プレーナー、なんでプレーナーっていうかよく意味はわからないんですけども、プレーナーとは直角な材料でまっすぐに削って、寸法を何本削っても同じ寸法に仕上げる機械です。ここではしごの段数の割り付けをします。高さが低いと勾配がないので、次の段に足の甲が当たります。だから階段よりもと高く作ります。小さな子供さんには少し高めだと思いますけども、危ないのでなるべく小さいお子さんは登らないでほしいですね。はしごの勾配を勾配定規で移してやります。そして段数に合わせて墨をして型の完成です。段数間違わないように、一応番号を打ちます。それでは親板を取っていきます。まず2組相棒を決めて、木表をはしごの外側に使っていきたいと思います。部屋の中心から見た場合ははしごの外側がよく見えると思うので、そうしていきます。そして先ほど作った型で割り付けを移します。4本同時に墨をしていきます。段板は歩道で差し込んでやりたいと思います。同じような寸法なので、両側は胴付きにしてやります。これで親板の隅ができました。段板を掘っていきます。穴の隅よりも少し小さめにのみ打ちをしてやります。ドリルで穴の部分を揉み崩します。のみで穴を仕上げていきます。小さな穴なんですけども、2組同時に作っているので結構時間はかかります。1つ3分4分かかっても1時間半ぐらいはかかります。
これで穴が掘れました。穴が掘れたので、この上の部分の針にかかる部分を描いていきます。動画には映ってないんですけども、切り欠き部分の上の部分に大きな打法穴を開けます。そして針に打法を折って、はしごが動かないように打法によって固定したいと思います。両端を切ってこれで親板が刻めました。それでは段板の隅をしていきます。はしごの幅は外で500で作っていきたいと思います。段板の幅をつけていきます。段板の幅をつけるときは同じ長さを2本隅します。それを両側に置きまして直角を見ます。片方で直角を見れば両端を差し金でつないでやれば全部一度に同じ長さになります。保存の五分胴付きの隅ですけども、まっすぐの木の上にきれいに並べて置いてやれば一度に隅がすることできます。割と楽ですよ。両端の保存の胴付きを入れていきます。基本胴付きを入れるときは、保存を取るときですね、横引きから先に入れます。縦引きを先に入れますと入り込む可能性があります。横引きは少し多めに入ってもすくことはありません。縦引きが少しでも多く入った場合は見つけにのこ目が出てしまいます。だから基本横引きを入れて、そして縦引きを入れた時にポロンと取れる感じで使うのがいいと思います。保存は組みやすいように大きめの面を取っておきます。段板に滑り止めをしていきます。階段をかけた時と同じように丸い型の滑り止めをします。これしか持ってないんですけどね。先ほどの親板に持ち手の加工をします。ただ 21mm の溝を切るだけなんですけども、持つとこがありません。登る時に段板を持っても多分滑ってしまうと思うんです。両側の親板に溝がついてあればしっかりと手すり代わりにもなって逃げることができます。
それではカンナで仕上げていきます。これ昔からある古い自分のおもちゃなんですけども、結構まだ使えます。親板の面を取っていきます。溝をついて手すり代わりになった角はより大きく取って握りやすくします。もちろん溝の中も面は取ってやります。段板の順番を決めています。段板に何枚か節があったので、下の方に持っていけばわからないと思うので、下の方に持っていきます。それでは組んでいきます。少し日殺しして順番に垂れていきます。今回は両方からタル線で大きなビスを2本ずつ揉んで組んでいきたいと思います。だからボンドは使いません。ビスだけで組んでいきたいと思います。両側のタル線穴を開けていきます。自分はよく化粧物の隅にチョークを使うんですけども、チョークって割と便利なもんで、さっと水で拭けば取れますし、消しゴムでも綺麗に落ちます。鉛筆やとやっぱり黒い跡が残りますし、チョークは便利だと思います。ボンドをつけてタル線で埋めて仕上げていきます。タル線も方向がありまして、このマサ目が本体のマサの方向に合うように打ち込みます。直角になるとものすごく違和感があります。これで一組完成しました。作ってみて分かったんですけども、ロフトはしご結構辛気臭いです。2組同時に作ったので時間がかかるのは当たり前なんですけども、10時間ほどかかりました。でも割と綺麗にできました。しっかりと手すり部分も持てますし、かっこいい仕上がりになったと自分では思ってます。これでヒノキ材で作ったロフトのはしごできました。大変綺麗です。以上、大工の翔平でした。